さあ新型 WRX ですよ。スバルも頑張ってるし攻めてますね。最上級グレード WRX の STI ですね。これがスバルの大黒柱ですよ、 STI は。今これノーマルモード快適だよね。なかなか快適。ノーマルモードはね、優しい。乗り心地が優しい。足はねしっかりしてる。ノーマルモードでもしっかりしてる。これボディ剛性がいいんだろうね、きっとね。しっかりしてるね。ノーマルモードでも全然しっかりしてる。じゃあスポーツにしてみますかね。足が硬くなったぞ。フロントしっかりしてるね。結構しっかりしてる。スポーツモードいいね。しっとりしててしっかりしてる。ブレーキのコントロール性もいいよ。フロント結構いい仕事するね。旋回性高い。旋回能力高いよ。フロントすごい頑張ってる。さあじゃあスポーツプラスにしよう。ダメだ、追いついちゃう。いい車作るね。 WRX-STI。しっかりしてる。解凍性いいね、このスポーツプラスで。この 2.4 リッターターボがいいね。トルクパワー攻めてるね。スバルいい車だよ。すごいいい車。ボディ剛性がしっかりしてんだろうね。ここの解凍性がすごくいい。スポーツプラスいいね。
まあスポーツモードもいいんですけどね、スポーツプラスの方がさらにこうなんか走りが楽しくなる。へえ、進化してますよ WRX-STI。 もうスバルファンを裏切ってないね。まあスバルファンというよりは STI ファンだね。 WRX-STI ファンを全く裏切らない車作りをしてますよ。もう旋回性能ももちろんいいんだけど、ブレーキング性能がね、奥でコントロールできてる。フルブレーキングからリリースして頭入れたい時とかね、そのブレーキの強弱あるいはアクセルのオンオフでこう頭が入ってくれる。これは嬉しいよね。だからこうスポーツモード、スポーツプラスモードがあるのが分かる。そういう走りできますよっていう車に仕上がってるよね。まあこれプロトタイプだからね、市販される時はどうなるか分かんないけど、やっぱそれなりの価値はありますよ。スポーツモード、スポーツプラスモード。さあじゃあ乗り心地ということでノーマルモードに戻しますか。コンフォートだね。コンフォートで行ってみよう。ピットロードにこう段差を設けてるんで、そこを通過したいと思います。コンフォートはもうなんか乗り心地いいよ。これしっとりしてて、いいんじゃないの。全然いい感じ。2.4 リッターターボいいね。これはスタンダードの WRX ですね。なんかオーソドックスでシンプルな感じがする。なんか軽く感じるね。なんだろう、同じ 2.4 リッターターボでしょこれ。なんか軽く感じる。車が足の味付けが違うからだ。まあそうだよね。これがスタンダードの WRX。 STI だともうちょっとこう攻めてますよね。割としっとりしてますね。スタンダードの WRX はしっとり気味結構。なるほどね。さあじゃあ S モード。まあ STI はね、やっぱこうノーマルモード、S モード、S プラスモードってありますけど、これは2種類ですね。いいね。セダンとしてはやっぱりこのトルクとパワーは十分ですよ。軽いな。頭が軽い。なんか STI に比べて車重が軽くなったような、そんな感じを受けますね。しっとりしてるな。
ブレーキいいね。なかなか CVT の動きもいいよ。この旋回能力高いね。これ後ろが動いてくれてるっていう感じかな。フロントはもちろんしっかりしてるんだけど、後ろが動いてんのかな。頭が入ってくよね、ブレーキングから。これは立派だ。もうなんか STI に比べて全然頭の動きが、頭っていうか車が軽い。軽いね。でブレーキのつまみ方がうまいな。この辺しっとりしてるね、高速コーナーは。今のコーナーで140、50キロだけれども、すごくこう安定してる。なんだろう、車重が軽いのかな、こっちの方が STI よりも。全然なんか軽快に動くんですけど。いいね。いいセダンだよ。なんか真面目に作ってしっかり作ってる車だよね。このブレーキのつまみ方はうまいよ。ちょっと音が気になるけどね。じゃあ I モードしっとり系でいってみたいと思います。しっとり系はこれね、同乗者に優しいね。同乗者にとっても優しい乗り心地。このスタンダードのノーマルの乗り心地はもうほんと優しい。これは奥さんも彼女もね、家族も誰も文句言わないよ。でこうスポーツモードにした時だけちょっとこうね、お父さん楽しいぞみたいな、俺が運転してるぞみたいな感じだよね。ちょっとこう足のコツコツ感が入ってきて、ステアリングに、そこがまた楽しさがあるね。まあ STI はこのもうなんつうの、トップレベルのチューニングしてますからね。 S モード S プラス、そういったところでもさらにこうスポーツ、これはスポーティーですよ。スポーティーな WRX。 STI に関してはもうスポーツをする WRX っていう感じ。だから一般にはこっちの方が受け入れやすいでしょう。ただやっぱりスポーツをしたい人にとっては STI ですよね。外せないよね、 STI はね。なるほどね。さあじゃあ乗り心地のいい方でガタガタの凹凸を行ってみたいと思います。この辺は変わんないな、 STI も。なるほどね。さあ最後は現行の WRX-STI ですね。
今これノーマルモードです。現行の STI も割としっとりしてるんだよね、ノーマルモードだと。STI らしいトルクのかかり方だよね。現行も割とこうフロントがしっかりしてるよね。なかなかノーマルモードいいよね。上品な感じですよ。これをさらにプロトタイプは質感を上げてるよね。ちょっとじゃあ S モード。これはやっぱり現行型はボディをしっかり作りましたっていう、真面目に作りましたっていう感じだよね。で、新しいプロトタイプに関してはこれをさらにフロントをもっとしっかりさせてる。今みたいな高速コーナーだと、現行型だとちょっとこうフロントが軽くなるような感じはするよね。これ S モードです。これ S モード。割と足はしっかりしてますよ。ちょっと S プラスにしてみようかな。現行型はしっかりしたシャーシーにしっかりした足回りっていう感じで、新型のプロトタイプに関してはフロントはしっかりしてるんだけど、後ろを動かして旋回能力を上げてるっていう感じかな。今みたいなこの高速コーナー140-150キロのコーナー、あそこだとやっぱ新型はね、四輪がしっかりついてる。これはフロントがちょっとこう軽くなるような、比べちゃうとね、この現行型だけで乗ってたら全然気にならないんだけど、新型のプロトタイプ乗っちゃうと、うわ、ああいう高速コーナーが四輪がしっかりしてるなっていう感じ。ブレーキのつまみ方が全然違う。新型プロトタイプは旋回のためにブレーキをつまんでる。これはね、やっぱ現行だなっていう感じかな。新型は新型でやっぱ進化してるよね、このブレーキのつまみ方がね。こういうところでも後ろをこうさりげなく動かしてんだよね、旋回のために、旋回能力を上げるために。それが新型の WRX ですよ。この現行の STI でも全然不満はないんだけど、やっぱ新型乗っちゃうとかなり進化してますよ。そのブレーキのつまみ方だとか、頭の入り方、リアの動かし方、あとこうブレーキのコントロール性、すごく
本当にこうしっかり研究してそれを形にしてるって感じかな、新型は。やっぱこうスバルファンと WRX ファン絶対に裏切らないぞっていう車作りをしてるよね。現行でも本当全然悪くないよ。これでも十分楽しいスポーツができる4ドアセダンだよね。それをさらにこう進化させてる。これでも全然悪くないからね。さあ男と道はじゃあノーマルのコンフォートで行ってみますかね。ああ、硬いなって感じがするね。新型のプロトタイプに比べるとね。新型プロトタイプはしっとり乗り越えていくもんね。はい。さあ新型レーボーグがさらに進化したっていう感じですよ。でエンジンが 2.4 リッターターボに変わってますよ。攻めてるねスバルは。みんなこう世の中がダウンサイジングになっていくところをスバルは攻めてますよ。やっぱそうでなきゃね面白くないよ世の中。2030年からなんかね電動化とかさ電気自動車だとかそんなことを言ってんだけど、じゃあそれまでどうすんだよ自動車メーカーはっていうところにね、その BRZ も、GR86 もそうだけどやっぱ攻めてるよね。じゃあそれまではガソリンエンジンで楽しい車作ってやろうじゃねえかみたいな心意気がね、それはまあどのメーカーも一緒か。ポルシェでもねフェラーリでもメルセデスでも BM でもアウディでもさビッグパワーの車作ってるよね。なんかそこがスバルらしくて好きだね。ダウンサイジングじゃなくて 2.4 リッターのターボ乗せちゃうってところがねレボーグに。しっとりしてるね。やっぱ 2.4 はいいな。やっぱこういうステーションワゴンって後ろが重いから解凍性が良くなるのかな。ふーっと入るよね後ろのこう振り子のように。かといってケツが出るわけじゃないんだよね。いいじゃん新型レボーグ。モード切り替えようか。 S モード。ああいい動きだな。後ろの重さがこうギューッと巻き込んでくれる。だけどオーバーステアは出ない。もうスバルらしい真面目な運動性能で作ってるよね。いいね 2.4 リッターターボね。後ろがスーッと動いてくれるもんね。ステ
テーションワゴン後ろが動いてくれるのが楽しいな。この動きはいいな。S モードなんだけどやっぱりこうしっとりしてるね。足の味付けはね、足の味付けはほんとしっとりしてる。大人のステーションワゴンっていう感じ。S モードなんだよこれ。 S モードでこんなしなやかでしっとりしてんだよね。やっぱ正統派ステーションワゴンって感じ。しっとりしてるね。安心なステーションワゴンって感じ。スバルは本当なんかこう真面目に車を作るよね。どこのメーカーも真面目に作ってるんだけど、なんだろう、一級入魂っていうか、その1台をすごく丁寧に真面目に作ってるっていう印象。これはもう家族のためのステーションワゴンですよ。ノーマルモードにしてもスポーツモードにしても乗り心地いいもん。本当にいいストローク出してるし、そのストロークスピードも優しい。こういったところにやっぱりスバルの真面目さを感じるよね。五島さんがちゃんと車を分かってるってことだよね、要は。だからこういう真面目に作った車が分かりやすいんですよ。いかがでしたか？いいですよ。ありがとうございます。はい。だから頭の入りが、はい、そうなんですよ。特にスポーツプラスにしますと、もともとこのシステムはレボーグと違いました4555の4駆のシステムで、はい、後ろ側に変調で、後ろがスリップしたら前に戻してあげるっていうことなんですけど、今回それをセンターテープで調整してるんですけど、その調整を実はあまり抑制をかけてなくて、リアがスリップしてもそのままにしとくっていう感じなので、そこからアクセル踏んでいただければリアで曲がっていけるっていう。そうだから乗った感じ 4D ソーダみたいな。そうなんですよね、はい、だからそれをこう AWD でそういうリアが回せるっていうのを使いまして、そういう制御をやってまいりました。だから全然楽だよね、コーナーがね。いや、そうなんです。本当に旧型だと、私どもなんかクズのテストコースでもタイムを出すのにあるコースの一本道しかないところが、もう本当にこの新型だともうラインもこだわらずに、もう誰でも速く走るという、そういう特性があります。本当にベースのやっぱりボディがスバルグローバルプラットフォームとフルインナーフレームってかなり母性上げてますので、本当にサスペンションのストロークも伸ばしてますので、もう足を十分動かして回っていけるっていう、速く走ろうと思ったら足を固めるしかできなかったところを、ロールレートは実はかなり抑えていっているんですけど、ロール自体はさせる、要するに足を起こしても十分
それが逆にこうリアの設定を上げて、先ほどのそういう AWD の制御なんかも寄与してるのかなと思ってます。そうなんか今の現行型だと4駆だな。いや、その通りなんですね。そうです。で新型だと 4D 操作してんのかなっていう回答性の良さがある。はい。本当になんかフルタイム4駆っていうのが前のそうそうところで、あと今回ちょっと売りの一つはCVT なんですけど、はい変速速度を上げたっていうところ。そううるさくなくていい。はいはい。パンパンパンと上がってくんで、はい全然楽ですよ。本当にこれかなり長い時間から2014年ぐらいからもうずっと開発してまして、CVT がもうラバーバンドとかスポーツじゃないって言って、なんでスバルは PSG に変えないんだって言われるんで、本当にツインクラッチのトランスミッションをさまざま調べまして、そうすると実はツインクラッチって、考えれば当たり前なんですけど、クラッチが2つ切るもんですから、その時間だけロスがあるんで、そうですよね。そこの部分をうまく攻めれば、我々の CVT でも流体でそのロスはないので、早くできるっていう理屈が分かったんですけど、そうでもやっぱり今回その油圧をどんだけ短時間に、急速に圧力をビュッて上げてあげるかっていうところで、だからそのコントロールバルブってやつをやっぱりそこも変えてまして、やっぱそういうところのハードウェアまで手を加えて、どんだけCVT でも速い変速ができるかっていうのをちょっとトライしました。エンジンをレボルブがでかくした理由は何ですか？ですね、レボ2.4ですか、1.8 リッターももちろんあるんですけども、ラインナップとして、2.4はどちらかというと、今回、この WRX-S4 と、レボーグの2.4と、レボーグの 1.8 と、我々とすると、このパッケージと考えておりまして、やっぱり WRX はですね、この空力の効果もある、ああいうガーニッシュとかつけちゃったものですから、ちょっとやっぱり過激でですね、ちょっとこれがアグレッシブすぎて、さらにセダンボディを選んだのは、やっぱりリアの剛性を上げたかったんで、リアバルクがあるコードに取ってまして、そうするとやっぱり積載性も落ちます、そうするとそういうところもお好みの方は2.4 リッターのレボーグを選んでいただいて、そこまで必要ないよと、グランドツーリング性の高いワゴンがあればいいよということであれば、1.8 を選んでいただくということで、そのスポーツに対する要求度、お客様のお好みで選んでいただくラインナップとして、3つご用意したって感じです。だから選択肢があっていいですよね。はい、そこまではちょっとね、ご用意いたしました。なんで見た目から実は2017年にビジブパフォーマンスコンセプトっていう実はコンセプトカーを東京モーターショーで出してるんですけど、それが評判良くて、スバルはですねずっとあんまりいい言葉じゃないんですが、コンセプトカー詐欺って言われていたんです。コンセプトカーはかっこいいのに量産車はかっこ悪いって言って、やっぱりその当時のもうそこで言われ続けたデザイン部長がどうしてもこれはそのビジブルパフォーマンスコンセプトを再現するんだということで、もうこだわりにこだわって、そのコンセプトカーは1900ミリを超えるボディでもう大きな車だったんですけど、それをなんとか量産車に詰めて、さらには、アイサイト X とか、歩行者保護エアバッグまで入れるっていう、いろんなことをちょっと詰め込んでやってる車ですんで、実は空力に効いてるゴルフボールみたいなこの柄がついてるんですけど、この黒いところですね、それが空力草案ってこのエンジニアは言ってるんですけど、その30キロぐらいの低速から、あそこの風の流れが渦がですね綺麗に横を流れるんで空力に効くっていうところがあって、そこはやっぱりそういう機能的な部分が WRX のお客様はやっぱり非常にところがお好みなんで、それを黒い部分ほとんどそういう柄をつけていて、さらに前側のちょっとタイヤの後ろにスリットみたいなのが見えますけども、あれがエアアウトレット、リアのバンパーにもついてるんですが、あそこは高速になりますと、あそこから出た風がちょうどあそこにタイヤから出てくる乱流をですね、そのボディから離す効果がありまして、風を出すことによって。そうすると高速安定性が増すという、ぜひ実はこの外の峠なんかが実は一番荒れてる道でいいんですけど、そういうところでちょっと乗っていただきたいなとは個人的には思ってます。これがみんな
ここがそのリア側のエアアウトレットっていうやつで、ここからフェンダーハウスそうです。このフェンダーの中のバンパーの中から風を抜いてるね抜いて、こう巻き込む風を外にあ出してあげて、そうするとここに乱流ができないので、お尻がこう振られない。これ蓋して乗るとですね、分かるんですよ。差が分かるので。用品 STI のパーツなんで、この、入力カードがついてますけど、実際量産のここは量産のパーツなんですけど、やっぱり同じような感じで、こうフラットにした方が空力に効くんで、空力にやってますし、あとここのこうちょこっとピックアップしてるのも、これはどっちかというと空気抵抗を抑える、あるんですけど、やっぱりもうみんなそういうことを考えつつ、ここのフェンダーのこの幅は、実はコーラの缶が乗るぐらいの幅を取れっていう目標でやりまして、こんだけ取ってるっていう。なるほどね。本当にこう外観ももういかにこうマッチョというか、スバルは AWP ですので、四輪で大地を踏みしめる感じをどう出そうか。これはSTI の用品じゃなくて、これも六角スバルは6連製ですので、こういうふうになってます。もともとこのグリルもですね、この六角形なんです。それもやっぱりこのスバルが6連製だというのも考えて、実はゴルフボールみたいな形も六角形になってますけど、それを空力効果を出すっていうこだわりをやっぱり出してます。顔かっこいいですね。はい、本当にこう、ヘッドライトをですね、小さくするのがポイントで、ヘッドライトの構造だと、この辺りまでもヘッドライトの内蔵部もあるんです。このグリルのキワキワぐらいまで中身があるんですけど、光らせる部分だけ外になって、光らせない部分を内側に持ってきて、で、横にグッと出すと、ワイドアンドローに見えるっていう、なるべくヘッドライトを小さく外に出して、ここの部分、ここがあっただけで、あるだけで、レボがないんですよ、こういう幅が。あるだけで、こう、本当にワイドに見えるっていうところがありまして。顔綺麗。実はこれはあまり開発者から言えないんですけど、このスポーツサイドガーニッシュも実は板金に穴が開いていて、クリップで留めて両面テープで補強してるだけなんで、いろんなショップの方がすごいいろんなパーツを作ればできちゃうなっていうそういうカスタマイズとかですねそういうのも一応考えながらスポーツサイドガーニッシュってことで今回つけました。環境問題でいろんなところ電動化だという話ありますけど、やっぱり BLZ に引き続きまして、やっぱりスバルはもう安心と楽しさ、楽しさのスポーツっていうところはやっぱりもう本当にやっぱり我々のブランドの価値だと思ってますので、なんとかこうBLZ だからこういうブランドをちょっと守っていきたいなと思ってます。これも STI カラーのチェリーレッドの用品パーツなんですけど、そうですよね。これ実は今日はカラーでご用意してないですけど、ぐるっと一周チェリーレッドで回るパーツもありまして、これでもかっていうぐらい、もうダブルアイスも1992年から5代目ですので、先輩方が作ってきた車にその名を継ぐのにふさわしい車にないとちょっと顔向けができないんで。そうですよね。本当にプレッシャーです。オレンジ色のあれが実は、このご時世にあれが訴求色でここだけですけど、カタログもあの色に日本もアメリカもあれが今専用色なんですけど、本当にこうちょっと派手ですけど、この赤もイグニッシャルレッドって言ってる BRZ から言い始めた赤なんですけど、これ綺麗な赤ですよね。そうなんです。ちょっとスバルの中ではちょっと塗装が特殊でですね、ちょっと本当にこの光の中でも綺麗ですけど、一昨日ぐらい雨ちょっとすぐもりだったんですけど、本当に映画見れていい赤です。綺麗な。あと全く車と関係がないんですが、また趣味でキーホルダーを作ってます。こんなのを作ってきましたので、皆様に一つずつ。ダブルでいいから。それで、そう。はい、ということで、ありがとうございます。はい。はい、OK です。ありがとうございます。
はい。お願いします。はい、ありがとうございます。ちょこっと小技も聞いてる。お願いします。はい、OK、ありがとうございます。はい。